こんにちは。今回の動画では2026年7月15日から17日の間に開催されたテクノフロンティア2026の一見ラウンジで行われた対談の様子をお届けします。この電子部品の未来を語る対談では、私一見が業界の第一線で活躍するメーカーの担当者と1対1で向き合い、各社の強みや製品の特徴を深掘りします。そして今回のテーマは抵抗です。抵抗は地味な部品ではあるのですが、電子回路の動作には必要不可欠な存在となっています。各社の最新ラインナップ、技術的特徴、注力アプリケーションを余すところなく引き出します。それではどうぞ。ちょっと始まる前にですね、この会自体の概要というかですね、そのあたりご説明させてもらえればと思います。今日13時から始まるのはですね、電子部品の未来を探る座談会抵抗編ということでですね、コアさん、北陸電気工業さん、進工業さん、ロムさんにですね、この4社にお集まりいただいております。このですね、抵抗器メーカーの4社の、担当者の方と、あと私がですね、1対1で対談していくという形式です。テーマは抵抗なんですけども、電子部品の中ではですね、主要な部品ではあるんですけども、結構地味な部品かなとは思ってます。電流制限だとかですね、分圧、あと電流の検出だとか、回路の設計をですね、基礎を支えているのは間違いなく抵抗であると。最近ですと、EV の電流検出のシャントだったりだとか、サーバーの電源再エネだったりだとか、パワーエレの分野ですね、抵抗の重要性なんかかなり上がってきているのではないかと思います。正直ですね、抵抗なんてどれも同じでしょみたいな風に思われるかもしれないんですけども、今日の対談でですね、各社どういう風な違いがあるのかっていうのをですね、見てもらえると分かるようになっているのではないかと思います。というわけで13時になったので始めていきたいと思います。でまず1社目ですね、コアさんからですね、始めたいと思います。それでは本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっと先立ちまして、ちょっとだけお土産を持ってまいりましたんで、はい、すみません、ありがとうございます。弊社ですね、農工一体ということで、ちょっと木工なんかもやってるんで、ちょっとそのグッズを、すみません、木べらでちょっとありがとうございます。こういうこともこういうこともやっておりますので、なんか注文家具みたいなものやってますので。そうなんですか。それは知らなかったです。すみません、ありがとうございます。はい。ということで、始めていきたいと思います。お願いします。はい。じゃあですね、コア株式会社のアルガと申します。本日はお時間いただきありがとうございます。製品の特徴と取り組みということで、会社の紹介、それから熱設計をちょっと取り組んでますね。その話、それから新製品のご紹介ということで、お話してまいります。でまず弊社の概要ですけれども、弊社長野県に、今日構える、メーカーでして、できてですね86年と、売上としてはですね700億円ぐらいの会社です。で実はですね国内で物を結構作ってますんで、国内生産比率というのは 70% ぐらいになっていると。海外でもものづくり、販売もやってまして、4000名ぐらいの会社ですね。で売上構成比はもうほとんど抵抗器です。それからお客様としては自動車メーカーさん多くてですね、あとは産業機器のお客様なんかがいらっしゃるという会社でございます。でですね、製品としては皆さんよくお使いのですね厚膜のチップ抵抗器なんていうのがメインですね。であと薄膜のものもやってますし、金属ミリオーム抵抗なんていうのもやっております。であとモジュールとかいろいろやってますが、いまだにですねリード付きとかですねセメントなんかもやってますんで、結構抵抗であれば何でも大体揃うかなということでご相談いただけるといいかなと思っております。なるほど。これ見てると結構厚膜から薄膜までいろいろあると思うんですけど、コアの中でその製品として一番強いものというか、コアとして推していきたいものみたいのはどのあたりにあるんですかね。そうですね、やはりメインのところはこの厚膜チップっていうのはやはりいろいろなこの後ご紹介するようなハイパワーのものとかですね、そういうのもありますし、この金属板の低抵抗なんかが非常にその種類が多くてですね、いろいろ選んでいただけるかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、でですね、まず我々ちょっと熱設計ということをちょっとお話をさせていただいてますんで、どうしてそういうことかというお話を少しさせていただきます。従来からですね熱設計というと部品に対してですね
空気を当ててですね熱を逃がしていくというような昔ながらの熱設計というものがある中で、最近はその非常に基板に熱を逃がしていくということが大事になっています。そういう中では熱設計もですねパターンをうまく基板設計者の方がですねケアしたり、ちっちゃい部品が多いですので温度をどういうふうに評価するかなんてこともある中で、我々部品メーカーとしてはですねその部品の使用ですね、基板に放熱するということを前提にした部品の使用というのが非常に大事になってきているということで、ちょっとそういったところに力を入れております。なるほど、はい、私ちょっと国産 USB 充電器プロジェクトっていうですね、日本の充電器メーカーの CIO さんとちょっとコラボしてですね、今 USB 充電器の設計をやってるんですけども、放熱が非常に大変ということでですね、筐体の温度70度80度まで上がるんで、熱設計がやっぱ非常に重要だっていうのはですね、非常に共感できるものです。でそういう中でですね、じゃあ部品にとってその熱設計どういうことがっていうことなんですけれども、皆様抵抗器をお使いいただいた方はご存知かもしれませんが、横軸に温度があって縦軸に電力があるですね、こういう負荷軽減曲線というのがありましてですね、で温度が高くなったらワッテージをちょっと下げないと温度上がりすぎて危ないですよっていう、そういうことの図なんですが、要は周囲の空気の温度っていうものだとちょっと曖昧になるので、これをですね基板と部品の接続部である端子部の温度というところにしていただくというのが、我々が端子部温度規定なんていうふうに言っているものです。でこれでですね抵抗器の使用限界をこの部品の温度で決めていくということで、お客様に合理的に使用していただくことが可能になると、こういったものは国際規格であったり、あと JIS にもですね反映されているということで、この基板放熱を主体とした熱設計にはちょっと必須のものだということで、ちょっとこういったところを一生懸命やらせていただいてます。なるほど、これはどのアプリケーションにもよらず、例えば車載再エネ、サーバー電源とか、どういうアプリでもやっぱりこの端子部温度で考えるっていうのが重要なんですかね。ほとんど全ての抵抗器でこの横軸端子部温度の負荷軽減曲線というものをご提供させていただいております。なるほど、ありがとうございます。そういった中でですね、じゃあこれが皆様の部品にどういうふうに関わってくるかということなんですけども、我々一昨年のところでですね、既存の製品ではあるんですが、抵抗器の低角電力をアップするということをやってまいりました。でこちらの製品はタイプパルスの抵抗器で、汎用のものよりも実はちょっと電力もかけられるという部品になっています。例えばですね2012サイズですと、汎用品だと 0.25W なんですが、今 0.75W までかけられるというふうにワッテージを拡大しております。で最近結構よく使っていただいているこの長辺のタイプですね、このものについてはさらにワッテージが上げられると。これもですね横軸端子ボンドの負荷軽減曲線で見ていただくと、高温のところまでですね使える電量が高いというふうになっておりますので、こういったところが他社さんもこういったものありますけれども、我々先ほどの端子ボンド規定というところを進める中でですね一生懸命やってますと。でただこれ放熱が非常に重要になっているというところもですよね。定格上がった分寿命とか経年の変化というか劣化というか、そのあたりの信頼性がどうなっているのかっていうのもやっぱり気になるところですよね。そうですね、なんでそういったところが逆にはっきり分かるようになると、使われている温度が分かるようになりますので、そういったところの取り組みでもあるということですね。この定格アップなんですけども、定格じゃあ頑張って上げたんだよねっていう話もあるんですが、どうして上げられるのかっていうことなんですが、これまで抵抗器ってお客様の要求で逐次的にもうちょっと上がるもうちょっと上がるっていうのを結構やってきてはいるんですが、先ほどの定格アップで結構ガツッと上げてるんですけども、それどうやってやったかっていうとですね、我々熱設計一生懸命やる中で基板上に載せた部品の温度っていうのはどうやってコントロールできるのかみたいなことを結構一生懸命やってきましたんで、それによってですね我々が抵抗器の定格を試験する環境を結構コントロールできるようになりましたというかですね、あと我々の元々の技術のところから材料構造によるですね限界っていうのを見定めて、結構精密に温度を振りながら試験をして、この限界を攻めていくことによってですね、根拠を明確にしながらギリギリこれぐらいまで大丈夫でしょうというふうな感じで電力アップをしてますので、結構ですね限界に近いようなところまでですね根拠を持って上げてきたというところです。基板放熱主体になってくるから、こういうのが非常に重要ってことです。おっしゃる通りです。ありがとうございます。でですね、ちょっとそれとは別にというか関係もするんですけども、我々今日1階でですねブースも出させていただいて、で宣伝もさせていただいているんですが、今回、発熱抑制金属チップという新製品を
ご紹介してます。でこれ何かっていうとですね、基板上の銅箔のパターンのこういうこの今こうオレンジ色になっているところにこの銅のチップをですね実装していただくと、銅パターンで電流をこれ今60アンペアぐらい流している実験ですけども、これがですね結構温度上がるわけですね。でそれがこのチップをつけてあげるとパターンの抵抗値が下がるわけですね、部分的に熱くなるので。でそうすると発熱が減ると。で発熱が減ると当然温度上昇も減るっていう、放熱というよりは重炉発熱を低減して基板上の温度上昇を低減するという、実は抵抗器じゃないんですけどこれちなみにどういうところで使うものなんですかね。これそうですね、ちょっと全く同じものではありませんけども、最近結構車載のお客様なんかだと統合 ECU とかですね、そういう基板の中では部分的にやっぱり電流が欲しいようなところに、もうちょっと大きめの金属の塊みたいになってるやつとか、あとなんかギザギザしてるようなやつとかですね、結構パターンを強化するような部品って結構お使いなんですよね。そういうところに我々のちっちゃい部品でなんか提案できないかなっていう、あれですね、基板全体の銅箔を厚くするよりかはこれをもうピンポイントで使ってみたいな感じですね。ちょっと熱の関係ということもあってですね、こういうものもご紹介させていただいてます。でもう一つですね、面地層のタイパルスタイサージのセラミック抵抗というのがあってですね、見た目こういうチップ抵抗器なんですけども、こちらにですね、横軸にパルス幅、縦軸にパルス限界電力ってあるんですが、要はパルスをたくさんかけられる抵抗で、この破線の抵抗器ですね、これに対してパルス幅例えば1ミリセックだと何ワットとかってあるんですけども、大体汎用のものに対してですね2桁ぐらいですね、こう縦ログになってますんで、ぐらいの強さがあるようなこういうチップ抵抗器をですねご紹介してます。でこれ何かっていうとですね、実はこのチップ抵抗って普通この四角くこうやってなってるところって絶縁の基板に被膜がついてますよね。そうですね。なんですけども、これ全部がですね導電性のセラミックでできてるんですね。昔のソリッド抵抗みたいな感じですか。そうですね、イメージ感としては。でそれが我々のものだとちょっと特殊なセラミックでできているという感じですね。これ実はですね我々のリード付きの部品にこのタイプがあるんですが、これをですねなかなかチップ化することができなかったんですね。なるほど。でそれがなんとかどうにかなるんじゃないかということで、他に類を見ないぐらいですねタイパル性が高い部品だということなので、これまだちょっと開発中なので、ちょっとまだお時間いただくんですけども、こんなこともやっておりますというところですね。他社はこういうなんかセラミックのチップ抵抗とかあんまやってないんですかね。そうですね、結構この手のタイプはあまりリード付きでも見たことはないので、チップでは多分やられてないんじゃないかなと思います。なるほど、ちなみにデメリット的なところでいうとなんかちょっと温度特性がそうですね、結構マイナス TCR があったりしてですね、ちょっと使いどころを少し工夫していただくのと、あとあれですね、強弱が悪いんですね。できたものをピョンと切ってですね電極をつけるので、ご想像の通りですねあんまり細かい抵抗値は出ないという。なるほど。使いどころは選ぶけども、タイパルス性は非常にいいっていうところですかね。ちょっと凸棒的なところとか、あと砂場的なところとかですね、そういうところに結構うまいことを使っていただけるかなと。ちょっとですねもう時間が結構迫ってきてますので、最後のスライドですね簡単に説明していただきまして、我々先ほど熱設計結構一生懸命頑張っているということで、その熱設計のですね情報を発信させていただくようなページなんかもご案内をしてます。でその中では動画なんかもですね、出しておりますんで、ぜひそういったところからですねその熱設計の情報を取っていただければなということで、ぜひよろしくお願いしたい。わかりました、ウェブページがあるんですね。各社さんにですね最後必ず聞く質問がありまして、自社製品の一番の特徴は何ですかというものを聞いております。コアさんの場合はですね、自社製品の一番の特徴は何でしょうか。やはりですね冒頭にもちょっと申し上げたんですが、我々のところは非常にその抵抗器の中でも製品ラインナップが多いと。なんで厚膜、薄膜、金属、それからリード付きもですね巻き線からセメント抵抗までやってるということで、あらゆるその抵抗器を場合によってはですねなんかものすごい背の大きいやつとかですね、そういうのもあったりしてありますんで、どんな抵抗でもお探しであればですねぜひ我々にご相談いただきたいなと。でそういう中から実はそのリード付きのセラミック抵抗がチップ型のセラミック抵抗にみたいな風にもうまいことですね持っているものをですね活かしながらやっていきたいなと。なんでぜひですねいろんなところで抵抗を迷ったらちょっとコアにですね声かけていただけると大変ありがたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。ということでまず1社目はコア株式会社でした。ありがとうございました。ありがとうございました。講師の方と名刺交換をされたいという方は
というわけでですね、2社目ですね、北陸電気工業株式会社さんとの、対談です。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。北陸電気工業の竹内と申します。まず最初にですね、我々北陸電気工業の簡単な、説明をいたします。会社名は北陸電気工業株式会社ということで、名前の通りですね、北陸地方の富山県に、所在をしております。もともとはですね、一番左端の、こちら炭素被膜抵抗器、これは軍需用のディスクリートの、抵抗器から、発した会社でございます。でそこからですね、こちら印刷抵抗、それとハイブリッド IC 高圧抵抗というところに、進展してきまして、そこの技術を応用しまして、厚膜のチップ抵抗器が、開発されたという格好になります。時代もですね、ディスクリートから、表面自走、部品に変わったという背景もあります。現在に至っては、センサーですとか、モジュール関係、そういったところを手掛けている会社となっております。こちらはですね、我々の3事業部の主な、製造品になっています。で我々チップ抵抗器はですね、コンポーネント事業本部というところで製造をしております。今のちょっと製品ラインナップを見るとですね、これはあれですか、抵抗だけを専業でやっているっていうわけではなくて、抵抗の他にセンサーであったりだとかモジュールなんかもいろいろはやってるけども、その中の一つとして抵抗もやっております。あるということですね。はい、こちらがですね、汎用チップ抵抗器から、どういう開発マップでやってるかというのも、表したものになります。1個あたりですね、1円で、十数個買える非常に安い部品ですけれども、電気回路の中では必要不可欠の部品になっています。でそんな中で、コストだけではなくてですね、いろんな、要求がやっぱりお客様の方から、出てきます。こういった高電力化ですとか、低抵抗、あとは対環境に強いチップ抵抗器、あとは環境対応ですね、そういった、チップ抵抗器の要求があります。で我々このチップ抵抗器メーカーっていうのは非常に安価にものを作れる技術が託しておりますので、こういったチップ抵抗器から派生品の、チップヒューズですとか ESD に強いチップ部品、そういったところも手掛けている会社になります。この全体を見てみると、やっぱり対環境高電力で、あと低抵抗高精度で頑張っている印象を受けるんですけども、やっぱり汎用品で戦うっていうよりかは高機能品で差別化を図っていくみたいな、そんなイメージです。狙いを持ってます。なるほど、抵抗なんて1個何銭とかそういう世界ですからね。なるほどな。ただ我々はですね、安い部品も、お客様が必要なものは、全て対応していきますので、今後も汎用品も一生懸命やっていきます。なるほど、はい、ありがとうございます。でその中で、代表事例ということで、小型高電力、先ほどのコアさんの話もありましたけれども、残216のタイプで、1.5 ワット、こういったものも、開発をしております。汎用品との大きな違いっていうのは、こちら抵抗体材料、この高電力に強い、材料を使っているっていうのが、一番の特徴になっております。ちょっとですね、この前のスライドともですね、兼ね合いもあるんですけど、高機能品でやっぱり頑張っていくっていうところだと思うんですけど、その中でも特になんか頑張ってる領域みたいのってあったりするんですかね。やはりちょっと今我々とお付き合いが非常に強くなっているのは、やっぱり車関係さんのが強いです。なるほど、こちらはですね、対硫化に強いチップ抵抗器ということで、お客さんのアプリケーションがどんどん、用と接する機会が多くなってます。その中でチップ抵抗器の宿命である硫化断線という問題がやっぱりクローズアップされてきております。で我々2種類の対硫化品というのを揃えております。一つは硫化に強い、もう二度と起きないチップ抵抗器、もう一つはめったに起きないこの硫化の問題に対してはやっぱりコストが優先だというお客さんがやっぱり非常に多いことから、こちら CRS シリーズと呼ばれるものをこちらに提示しております。硫化のメカニズムっていうのは、このメッキとオーバーコートの界面から水分に溶けた硫黄成分が入ってきて、中の電極の銀と硫化をして断線に至るというメカニズムなんですけれども、そういったメカニズムを抑えるために質を追加することによって、この対硫化性とコスト両方を持ち合わせられるチップ抵抗器ということでラインナップしております。
普通の抵抗と違うのはその赤い部分なんですかね。はい、そうです。が違うと。こちらの赤い部分になります。こちらはですね、宇宙衛星用ということで JAXA 品のチップ抵抗器になります。環境はですね、地球上とは全く違う宇宙で使われるものになりますので、当然宇宙の中では真空状態になるということで、こちら構造的にもですね、赤字になっている宇宙空間で使える素材であるということが認められた素材で、こういった宇宙部品ということをやっております。なるほど。これ普通の抵抗と宇宙用でざっくりどこが違うんですかね。こちら赤字で書いてある構造、こちらが宇宙空間で使える材料になっているというのが大きな違いになります。なんかあれですかね、なんか鉛がどうとか、はい、鉛フリーだとか、そのあたりってどうなんですか。地球環境下では今ローズ対応ということで鉛フリーメッキが常識になってるんですけれども、はい、宇宙空間においては鈴メッキだとウィスカーがやっぱり出てしまいますので、そうですよね。そういった対策をされた外部電極というのを採用しております。なるほどなるほど、分かりました。ありがとうございます。こちらはですね、超高精度抵抗ということで、厚膜のチップ抵抗器っていうのは、従来は 0.5% の 50ppm までだったんですけれども、さらなる要求ということで 25ppm の 0.1% 級という抵抗器も要求がございます。こちらの方はやっぱり大きくはこの抵抗体素材、こちらが独自の素材を使うことによって定格電力もアップができて、さらなる 25ppm と高電力というところができる抵抗器になっております。ちなみに厚膜で高精度でしかも 0.1%25ppm ですが、こうやって、厚膜だとなかなか難しい領域なのかなと思うんですけど、実際そのあたりどうやってなんか達成してるのかなとか、開示できるできないはあると思うんですけど、こちらはですね、もともと材料メーカーさんの方で TCR は調整はしてるんですけれども、我々の工程と材料メーカーさんの方ではパターンも違うし条件も違いますので、そういった中でやっぱり TCR のばらつきっていうのが出てきます。そういった中で我々の工程内の中でそれが調整できるという材料にしているというのが大きな違いになります。なるほどなるほど。基本的にはやっぱ材料を変えてみたいな感じになるんですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。以上がこれで最後ですかね。はい、ありがとうございます。こんな感じでですね、いろいろ汎用品もやられてますし、でさらに高機能品もいろいろやられてるってことなんですけども、各社ですね、一応最後にお聞きしている質問で、自社製品の一番の特徴は何ですかというものなんですけども、そちらお願いします。はい、独自のですね生産設備と、あとは材料を使って抵抗器を作れるというのが我々の優位点になります。じゃあお客さんに合わせて何か作ったりだとか、なんかそういうのもそうですね、やりみたいな感じですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。というわけで2社目はですね、北陸電気工業株式会社でした。ありがとうございました。というわけでですね、本日3社目の対談となります。3社目はですね、進工業株式会社さんにお越しいただきました。それでは本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私、進工業株式会社の松野と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日は貴重な時間ありがとうございます。ではまず、進工業ですね、こちらの紹介から、させていただきます。我々進工業はですね、1964年に世界初の薄膜抵抗器の開発する会社として創業しております。1980年代にですね、量産技術を確立させて、その後現在までですね、薄膜抵抗器、ここ一筋になりますが、薄膜の特性とそれから可能性ですね、ここを信じて技術を積み重ねてきております。今真ん中のところに画像が映ってると思うんですけど、なんか半導体のクリーンルームっぽい感じですよね。これ実際にここでやられてるってことなんですかね。はい、そうなります。我々非常に難しいプロセスを使います。この環境をコントロールしたクリーンルームを保有しております。去年ですね、福井県の小浜市の方にクリーンルームを要する生産ラインが構築できました。こちらの中で微細な加工、それから半導体と同じように、フォトレジストを使った加工を行いますので、ここであるような紫外線を遮断した光の中でものを作ると
いうことが行われております。なるほど。結構ユニークな会社でずっと薄膜でやってきてて、非常にユニークなところかと思うんですけど、この薄膜っていうのは抵抗の膜自体が薄いっていうことなんですよね。で合ってますよね。はい、そうなります。だいたい薄さでいうとどれくらいなものなんですか？はい、ナノメーターオーダーになります。ナノメーターオーダー。今髪の毛の太さが100ミクロンですね。はいはい。で我々の製品の場合100ナノメーター以下ですので、その1000分の1という膜圧、非常に薄い膜圧で非常に膜質の高い膜を使うことによって性能を出すというのに特化しております。なるほどなるほど。分かりました。ありがとうございます。では次の製品のラインナップみたいなものなんですが、弊社進工業の製品はですね、車載モビリティ、それから産業機器から非常に精度の高い計測器、それから民生、あと通信、医療機器、宇宙関係、いろんな分野で使っていただいております。やっぱり薄膜って精度が高いのかなっていう風な印象はあるんですけど、この中でいうと精度が要求されるのって左の方の計測機器あたりなのかなとは思ってますけども、なんかものすごい精度が要求されるところ以外にも実は使われてるっていうことなんですかね。はい、この計測器はやはり特性ノイズに対して非常に敏感ですし、それからこういう宇宙関係とかですね、通信、こういうところに対しては小さなノイズ、わずかなズレがですね、その通信の速度だとか精度に影響出てきます。はいはい。それをいかにミニマイズしてお客様の出したい性能を出すか、システムとしての性能を出すか、そこのところにですね、うちの製品がですね採用していただいているというところかなと思います。なるほどなるほど。ありがとうございます。あとちょっと変わったところなんですが、こういう医療機器ですね、こういうところにも繊細な動きが最近求められるところに我々がうまく採用いただいたというのです。お医者様がいかに機械を動かすかっていうところに小さな誤差あってはいけない、なるほどなるほど。これがですね非常に重要だというのが言われてまして、これからこういう分野っていうのはまだまだ伸びていくだろうし、どんどん使っていただきたいなというところになります。売上比率としてはまだ少ないけど将来ちょっと伸びるかもしれないみたいな、そんなイメージなんですかね。ぜひここは、成長戦略として伸ばしたいところですね。なるほどなるほど。ありがとうございます。次に、我々のその性能って話をしましたが、少しここにラインナップ出させていただきました。薄膜チップの抵抗器から超低抵抗なこういうミリオーム帯の抵抗器だったり、高周波チップとかになります。ここですね、薄膜のチップ、ここに関しては超高精度、抵抗で 0.01% が実現できます。それから温度帯域、温度の、変動分に対してですね、1度 C あたりの TCR、これが 1ppm、ここまで持っていけるというのがこの薄膜の最も強い特徴といいますか強みですね。それから低ノイズ、ノイズについても強い。それと、我々銀を使用しません。ですので硫化に関しては全く考える必要ありません。60年以上前からですね、こういう対硫化性を考えたプロセスと製品の構造というのを考えてきた先人のその知恵といいますか、なるほど。彼らはやっぱすごいなと思いますね。それを量産に結びつけて今に至っているというところになります。いろいろこういうふうにラインナップがあるんですけど、やっぱ薄膜って抵抗体自体の厚さがやっぱ非常に薄いから大電力には耐えられないのかなとはパッと今思い浮かんだんですけど、実際のところどうなんですか？そこが一つ大事なところでして、我々確かに薄膜ですので、ある領域を超えてしまえばそれは絶対厚膜に負けてしまいます。ですがここで我々がその必要としているその範囲内、動作の範囲内でいうと圧倒的な性能を出せると、ここに特化すべきだと。じゃあ温度の範囲内であればもう非常に素晴らしい特性が出てるって感じなんですね。温度とあと電圧とかですね。電圧、高電圧チップっていうのも別で用意してるんですが、それよりもその数百ボルトの世界でどれだけ性能安定したものを供給できるかと、そこを求めていきたいと考えています。なるほど。あとちょっとこれ答えにくい質問かなと思うんですけど、値段ですよね。価格、薄膜と厚膜で比べるとそのあたりってどうですか？はい、そこ痛いところなんですが、一般的な厚膜の抵抗器に比べると価格帯は高くなります。間違いなくこのプロセス、それから加工の複雑性、こういうものが入りますので工程数が多いです。ですがやはり私たちはですね、この価格ではなくて精度とか信頼性とか、ここにですね価値を感じていただく、そういう製品を世の中に出したいと
いうのがありまして、ここはまあ住み分けではないですけども、まあブレずにフォーカスを絞って製品の性能でいきたいと思います。なるほどなるほど。価格は高くても、まあ、性能がしっかり出てるものであれば多分お客さんも満足して買うってことですよね、きっと。はい、選んでいただけるというのが、助かりますね。やはり温度が変わってもですね、精度が変わらない自動車とか先ほどの医療機器だとか宇宙関係だとか、こういうところ、まあ、宇宙に持ってってしまったらもう修理もできませんので、いかに安定して長期間その性能を出せるかっていうところが求められる、そこが我々のまあ主戦場かなと考えています。なるほどなるほど、ありがとうございます。今の話にちょっとつながるんですが、これちょっとアピールなんですけども、我々の進工業のチップがですね、NASA の方に採用いただいてまして、COTS って言いますが COTS、 こういうリストに登録されております。これが登録されているのは部品メーカーとしては世界初の進工業だけになります。それから昨年ですね、この RG シリーズ KRA シリーズ、これが NASA のパッケージプログラムにも搭載されまして、今こういうチップがですね、今もそうですしこれからもですね、宇宙に飛び立ってそこで働いているというのがあります。ちょっとあまりこれには詳しくない、宇宙関係には詳しくないんですけど、その F1 とかだと F1 で培った技術を乗用車にフィードバックみたいなことがよくあると思うんですけど、宇宙クオリティのものをその自社製品にフィードバックしたりだとか、なんかそういったものはあったりするんですか？はい、これに関してはですね、逆になります。我々は車載で培ってきたこのモビリティの品質、性能、こういうものがそのまま宇宙へ展開できていると。ここにあるCOTSっていうのがまさにそれになるんですが、これは一般的に採用されている車載用の品質、一般製品がそのまま同じプロセス、同じ構造で NASA に採用されてそのまま使われているということになります。なるほど。確かに車載関係だと結構厳しそうな、品質に厳しそうなイメージがありますんで、そこで培った技術を宇宙に持っていくって感じですかね。はい、そうなります。なるほど、ありがとうございます。一部やっぱり宇宙用のプロセスだったりですね、宇宙用のその部品、半導体の SOC なんかとよくありますよね、そういうものはありだと思うんですが、今作っているこのプロセスと構造、それから材料、こういうものが認められたっていうのが何て言いますかね、できて非常に嬉しいなと。それからちょっとここにも下に書いてありますが、こういうものもこれから生まれてきます。これが今年の8月、来月ですね、30日に NASA から打ち上げられるローマン宇宙望遠鏡になります。宇宙の端の端まで地図を描こうとしているわけですけども、こういうローマン望遠鏡にも我々のチップというのが搭載されています。こちらの打ち上げを行うファルコン9ですね、こちらにも我々のチップが使われておりますので、こういうものを通してですね、近い将来もう出てくると思います、もう素敵な映像が、今まで見たことのない映像とかですね、もう皆さんが見れるような、そういうところに我々が貢献できたら、それがすごく心の支えとしてあるんではないかなと。なるほど、かなり壮大ですよね。ここはですね、厚膜と、薄膜の差を少し書かせていただきました。私ら薄膜って言ってますので、この下の構造になりますが、非常に緻密で安定した構造体の膜の接合体になります。ここをですね、エレクトロンが通ることによってスムーズな流れをしますので 1ppm という数字が保てると。なるほど。厚膜よりもこれのグラフ自体は熱雑音なんですかね。はい、熱雑音は、抵抗全体のことになりますけども、こちらでエレクにしているのは電流のノイズの雑音という形になります。これはあれですか、なんか界面の具合がいいからここまでノイズというか雑音が少なくなるみたいな、そんなイメージですか？この電極と抵抗、こちらも電極と抵抗ですが、この間でしたり抵抗の中を流れるエレクトロンの動きが非常にスムーズで、それで温度が上がっても熱がかかってもこの動きが変わらないと、コントロールできるといいますか、ところが利点ですね。薄膜の利点というのはまずここから来てると思ってます。なんかこういうのノイズが少ないっていうのだと、オーディオだとかそういうアプリケーションだと結構喜ばれるのかなと思うんですけど。はい、そうですね、その通りです。音の質とかですね、正確な測定器、いかに信号を正しく伝えるか、ここが非常に重要だと思ってますし、あるお客様がですね、音なんですが草原の風の音だとか、それから川のせせらぎだとか、鳥がこうさえずっている声、奥の方にある音を全てきちんと表現してくれるのがこの進むチップだと
言われて、すごく嬉しかったですね。なるほど、かなり良さそうですねそういうの聞いてみると、じゃあちょっとですね、時間がそろそろあれですので、ちょっとこのスライド簡単にご説明いただいて。はい、我々小さな抵抗器、指の上にちょっと乗っているようなこういうサイズ感です。こういうものがですね、いろんな世界、それからいろんな技術として世の中に持っていけているというのがあります。はい、ありがとうございます。というわけでですね、そろそろ時間になりましたので、最後の質問に移っていきたいと思うんですけども、自社製品の一番の特徴は何ですかというものです。お願いします。私たち進工業のですね、一番の特徴は62年間、薄膜技術だけに追求して続けてきたと、こういう点にあります。私たちはその大量生産ではなくて、高精度、高信頼、それから長期の安定性、こういうものに価値を求めて磨き続けてきました。我々この技術は現在自動車や、医療、AI、宇宙、次世代通信、こういうところにですね、どんどん信頼性の高いものを求める分野で採用されていくでしょうし、行っていただきたいと考えております。これからもですね、薄膜技術でこの世界全体をですね、進化させる、そういうところに貢献していきたいなと考えております。はい、以上です。はい、ありがとうございました。かなり尖った技術とですね、スペックを持ってて非常に興味深いなと私も思いました。というわけで3社目のですね、対談は進工業株式会社でした。ありがとうございました。はい、というわけで抵抗器の未来をですね、探る座談会にですけども、本日最終セッション4社目となりました。4社目はですね、ローム株式会社です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ローム株式会社抵抗器の内田と申します。よろしくお願いします。こちらはですね、ロームの紹介になります。ロームは京都に本社を置く会社になっておりまして、抵抗器を創業商品として、スタートした会社になります。この右下見ていただいて、これロームの創業時の企業ロゴなんですけども、ロームの社名の由来になってまして、レジスター抵抗器もしくはリライアビリティ、信頼性の頭文字の R と抵抗器の単位のオーム組み合わせて R オームというところでロームという由来となっております。この下の方にですね、パワー領域、ロームって半導体が非常にパワー半導体だと、アナログ半導体非常に強い会社かなと思うんですけども、パワー領域の電流検出ニーズに注目で、その中でも特にコンピューター、ストレージ、産業機器、車載、この3つ4つくらいのアプリケーションがあるわけなんですけども、この中で特に注力している分野っていうのはどのあたりになるんですかね。そうですね、従来からですね、車載市場にはかなり注力しておりまして、その注力の中でもですね、QCDS がかなり鍛えられまして、そういった強みを持って今では産業機器とかコンピューターストレージに関してもですね、商品をどんどん展開しているというような状況になります。なるほどなるほど、ありがとうございます。次がですね、ロームの提案力につきまして、ついてです。一般的に我々部品会社なので、例えば一部分の場所に部品を提案する、これは普通なんですけども、ロームは先ほどのページにもちょっと書いてたんですけども、抵抗器以外にでもですね、LSI とかディスクリート半導体、モジュールといった、そういう幅広い商品群を持っておりまして、それらの部品をトータルで提案できるっていうのが非常に強みとなっております。なんか他の抵抗の会社さん見てても、やっぱり抵抗を専業でやってるっていうところがかなり多い、比率としては多いのかなと思うんですけども、ローム先ほど言われてたようにアナログ IC であったりだとかパワー半導体もやりつつ抵抗も事業もやってるということで、なんかロームの抵抗を使うメリットみたいななんかあったりするんですかね。そうですね、まさにですね、ここに書いてる通り、我々トータルでサポートできますので、部品たくさん一気に提案できるっていうところになります。例えばここ左に書いてますところですね、今日はご紹介するのは電流検出の抵抗になるんですけど、この抵抗をですね使うにはですね、もちろんいろんな他の周辺部品も必要でして、例えば電流センスアンプとマイコン、こういったところもロームラインナップ持ってますんで、一気に提案することができるというところが強みです。なるほど、この右下に書いてあるように技術サポートっていうところでなんか聞けばいろいろ教えてくれるみたいな。そうですね、特に熱設計とかですね、実装関係のところのサポートは充実してます。今日ですね、せっかくなんで結構リファレンスデザインの評価ボードっていうのを販売しておりまして、このいただけるんですかね。まさにこの電流センスのリファレンスボードですね、お持ちしております。よければですね、一見さんのチャンネルとかで電流検出やってみたみたいな感じでこれ使っていただけたらぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。これ頂戴します。はい、そしたらここからはですね、商品の紹介になります。
今日紹介するのはですね、3つの電流検出抵抗になります。でそれぞれ大中小の電流領域をカバーしている、3兄弟みたいな抵抗になりまして、今このページにありますのは一番大きいお兄ちゃんですね、大電流対応の PSR シリーズになります。こちらはですね100アンペア以上の大電流領域で対応しているシリーズになりまして、構造もですね抵抗体の合金と銅の電極を溶接という技術でつなげまして、シンプルかつですねパワフルな構造をしております。さらにはこの製品ですね、低配とかそういう技術を持っておりまして、業界の最小サイズかつですね業界最高水準の定格電力も保証している製品になります。この左下あたり見てみると実装面積も業界最小で、高さも業界で一番低いみたいな感じで、なんか特徴ある製品かなと思ってるんですけど、このあたりのミリオームオーダーですね、最小 0.1 ミリオームですよねになってくると、抵抗じゃなくてその抵抗の周りですよね、使ってる基板だとか配線だとか、あとはハンダの接合部なんかの抵抗も無視できなくなって、かなり使うの難しくなってくるものではないかなとは思うんですけど、そのあたりなんか気をつけるポイントとかありますか？はい、そうですね、確かにおっしゃる通り、そこかなり技術課題でありまして、お客様の設計パターンによってもですね実はちょっと抵抗値がずれちゃったりとか、そういったことがありますので、その辺はですね我々はそのウェブでしてね、設計サポートツールとして技術的なこういうテキストもですね出しております。あとはその、抵抗値の問題もありますけども、配線周りも発熱とかしたりしますので、その辺がどれぐらいの温度になるんだっていうようなところとかも事前に分かるようにですね、お客様のニーズに合わせて高精度なモデルっていうところも提供してサポートしております。なるほどなるほど、分かりました。結構役立つ感じですねこれ。はい、ありがとうございます。続きまして真ん中ですね、次男の GMR シリーズというところになります。この製品の特徴はですね、まず抵抗値の範囲がですね5ミリオームから220ミリオームっていう幅広い抵抗値レンジに対応して高電力であるというところです。結構この製品はですねモーター駆動回路とか、砂場回路とかですねに使われておりまして、高いタイパルス性を持つ製品になっております。で左下にあるようにですね、かなり電力保証高いので、他社製品よりもですねワンサイズ小型も可能になっている製品になってます。この右上の画像ですかね、抵抗体がその1箇所だけ熱くなるみたいな感じじゃなくて、全体的になんか熱が分散してるみたいな、そんなイメージなんですかね。そうですね、まず熱の分散っていうところでは素子設計をかなり工夫しまして、ここ中開けると分かるんですけども、非常にきれいに分散させるような設計をしてます。あとはですね熱を逃がす構造というところで、こちら一般的な抵抗器です。で一般的な抵抗器っていうのは、熱ですね、ど真ん中で発生するのを左右の電極から基板の方に抜けていくんですけども、この製品ですね発生した熱自体も分散させてますし、さらにそれもですね直下にそれぞれも落とすというような構造をしておりまして、かなり熱は抑えられるという製品になります。確かにあれですね、金属の電極の部分かなり広いですよね、左の方を見てみると。これはそうですね、熱を抜ける、熱を基板に落とすって感じなんですね。なるほどなるほど。先ほど言われてたように砂場回路だとか、なんかそういうところで使ってみたいな、そんなやつなんですね。そうですね、砂場だともう連続でもすごいパルスがかかるので、熱もどんどん溜まっていきますので、しっかり熱を逃がすというところで、砂場で使えるというところになってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、で3つ目ですね、一番三男になりますけども、この製品はですね高電力、高信頼、高精度っていうのを、3つを同時に実現した製品になりまして、対応する電流値としては数アンペアクラスになります。この製品もですね、今だと2012サイズでですね定格電力 1W とか 1.25W っていうかなり大きい電力を保証している製品でして、今もだいぶ引き合いの方いただいている製品になります。これ金属衝結の抵抗ってあんま聞かないと思うんですけど、これどういったものなんですかね。そうですね、これ従来は焼成っていう技術で焼き固めるんですけど、これちょっと今までと違う材料を使ってまして、詳細はあれですけど焼き固める技術もちょっと今までと違う技術を使ってる、それで我々焼結というふうに呼んでます。なるほどなるほど。ちなみにこの抵抗自体はどういったアプリケーションで使うといいものなんですか。そうですね、さっき言ったように数アンペアクラスの検出になりますので、ロボットですね、 FA 機器とか、あとはタブレットとかそういったところの電流検出に使えるというようなところになります。あとこの右上の画像なんかも見てもらうとなんかよくわかるのかなと思うんですけど、やっぱり全体が金属に
金属というかほぼほぼ金属みたいな感じですね。なんで、熱もかなりよく伝えるみたいな、そういう使い方というかイメージもあるんですかね。そうですね、これは今までですね、長男次男と違って圧膜技術を使ったシャント抵抗器になりまして、左に載せてますですね金属の、抵抗よりはちょっとセラミックの部分も入っている抵抗になるんですけども、そこもですね熱の発生もこれも分散させてたり、うまく逃がすような構造をとってまして、今までの抵抗器よりも圧倒的に温度を落としているというようなものになります。あと温度変化による変動も結構少ないんですね、これ見てみると。そうですね、温度係数もかなり抑えてますので、従来のこの辺の領域よりはもうだいぶ半分以下っていうところまで変動を抑えてて、かなり高精度です。寿命も見てもらったら分かるようにですね、圧膜抵抗器ってその市場ではハンダクラックで壊れちゃうっていうところがあるんですけども、ここも構造工夫しまして、従来よりも5倍から10倍の寿命っていうところも実現してます。なるほどなるほど、ありがとうございます。こちら最後になるんですけども、抵抗器とかいろんな部品っていうのはその対応するその領域によって最適な部品っていうのは変わります。今回のような電流検出抵抗だったら、大電流、中電流、小電流っていう領域で今日ご紹介した3つのシリーズっていうのが最適なご提案になるっていうようなところになります。あとはですね、我々その製品を売るというだけじゃなくて、お客様がどうやって使おうとかどうやって選ぼうっていうところからの段階からもサポートしておりまして、下にあるような探す、試す、相談する、購入するっていう流れをですね一連でウェブでサポートしております。さらにはですね3つ目にある相談するのところですね、このエンジニアソーシャルハブ、これ通称 ESH っていうんですけども、ここではですね技術記事とかノウハウとかそういったところをですね技術者同士で話し合うコミュニティサイトになっております。なので、抵抗器だったら私みたいな技術者がそのとこに常駐といいますか掲示板なので返事書いてますし、各部品のエキスパートがですねもう質問あったらすぐ対応できるようなコミュニティサイトになっております。なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、もう時間も最後の方になりましたので、各社さんにですね聞いてる質問ですね。自社製品の一番の特徴は何ですかというものです。はい、ロームの抵抗器はもうパワーというのが一番の特徴になります。そのパワーをですねお客様に使いこなしていただくための技術サポート、これをもうプラスでやっておりますので、もうそのセットがもう我々の特徴になります。部品だけではなくてその使い方までサポートって感じですかね。その通りです。はい、分かりました。ありがとうございます。というわけで、本日ですね、抵抗器の未来を、探る座談会はですね、最終セッションは、ローム株式会社さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、ちょっと私の方からもですね最後全体のまとめということですね。抵抗って結構汎用部品ではあるんですけども、やっぱり各社ですねいろいろ特徴がある部品かなというふうに思ってます。薄膜の進さんであったりだとか、あとはですね、パワーであったりとか、そういったところ各社いろいろ特徴があってですね、抵抗っていうくくりで見ると同じなんだけども、やってることは結構違ってますって感じです。各社のですね、あと業界のですねトレンドなんか本日見ていただいてですね少しでもその理解の役に立てば、嬉しいです。というわけで、こちらのですねセッションは、終了となります。最後まで見ていただいてありがとうございました。